オス日進月歩塩田正宏です。今日はロバート先生がいるんですけども、なんか急遽今日撮影しないかみたいなことを言われまして、申し訳ないね、なんかとっさで。いや突然ですよ本当。今稽古終わりですけど、なんですか今日は。やっぱすごい人ですね。すごい人すごい人。久々にこの情報がないっていうこのもう世界も、触れてっていう経験あるんですけども、久々に感銘を受けたっていうのが方を、僕の中で一緒に練習してる方、クリストフっていう今日も来てるけど、たまたま縁があってこの先生を連れてきたんです。でその先生が謙信先生って言いまして、僕も調べたけども何も出てこないんですよ。情報がネットに一切なくて。ないんですよ。でどうやって知り合ったかもちょっとねわからないんですけども、今日はちょっとなんか技をなんか見させていただけるという感じ。そうですね。なので、せっかくだから謙信先生、どうぞ。すみません。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。先生、こう武道とか結構いろいろ教えられてて、なんでそのなんか広めようとは思われてないから。あんまりそうですね。ただ自分の研究とか、ただ知りたい人がいれば一緒に稽古しましょうっていう形ですね。もうロバート先生曰く、謙信先生のはもう絶対合気道にも生かされるということで、今日はなんかそうですね、先生の研究の発表の場としてこちら使っていただけたらと思うんですけども、よろしくお願いします。一番最初にやるその基本的な形の技なんです。送信一体と言いますが、送信一体、両手を持って組んだところから相手を回してくるってやつですね。これも小手先でやるとバレちゃうんで、なるだけバレないように。そういう感じですね。技なんですか。これは稽古ですね。もちろん相手に技をかけるときはこんなふわっとはかけないです。ちょっと早めにかける。そうなる。同じ動作を同じ、ちょっとコンパクトにしますね。横に振るのをちょっと縦に、いう感じになるんですね。で、それを例えば片手にすると、ちょっと飛ぶかもしれない。これはでも基本のテープが今やった。これが丁寧にやっていくと、体が練られて、ゆっくりやるのでね、実は微妙な筋肉の使い方とかが作られてるんです。パッとやるとどうしても間が抜けて雑になっちゃうんです。これを丁寧にやることで密度がある。早くやってもずっと力を送り続けるっていう体ですね。なんか先生はすごいロバート先生が言うには論理的にすごい説明してくださって、今までの合気上げとか受けてたのがもうすごい簡潔に説明してくれるということなので、さっき僕こう思った時に見てる人は多分早くやれば達人がやるようなさっきみたいな早い技になるんですけども、その前ゆっくりやった時に僕重心がなくなっちゃったのが、スローで再生すれば分かると思うんですけども、それが送信一体。ここで重心なくなっちゃったんですよ。僕はこういう感じになってる。だから自然と崩されるのと、あと手に全然なんかぶつかりがないんですよね。そのまんま一緒に一体になったの。送信はね、2つの心ですよ。一体は体が1つ。気持ちは別々なんだけど、やる方やれる方なんだけども、今体が1つになったんです。それを1つにする、これの一番分かりやすい原理が、例えば普通に立ってる時に話して立つと、これ2脚で立ってます。でこれ僕も2本足です。でそれぞれ重心があります。それを両手をつないで、これはまだバラバラなんですね。ところがここで1つになる。そうすると4脚の椅子なんです。この重心は僕も共有してるんです。僕が沈むとこの重心を引っ張られるから、この重心は動くんです。バラバラだとダメなんですね。これはダメだけど1つにするとこういうふうになる。先生、それ使えば、結構何でもいろいろな、いろんなことができますね。これが、小手返しとかにも使えると思うんですけども、こうじゃなくて、ここに
この時もずらされてるってことですね。ここじゃなくて、ここいう固めてでこっちにずらされて、そう。このままいっても、そうじゃなくて、こう。だからなるほどね。強い圧はこういらないわけですよ。こういうこともないです。それで十分。で操作されてました今。やってるはずですね。はい、必ず小手先じゃないんで、はい。体全部使っていいですか。こう、ほら。あんまり動いてないけど、多分ちょっとやってるはずです。極端にやります。ただやりすぎるとこうやって出るから。こうやって相手の力の及ばない引っ張りになっちゃうから。はい。必ずここのところ。微妙にかわして。なるほど。なんか送信一体さっきやっぱ一体になって重心がちょっとなくなっちゃったんですけども、それを利用してなんかできる技とかって、例えばさっきは両手でねやったわけですけど、それが触れてればどこでもいいんです。こうやって、こうやって触れてれば、こういうふうにしてこう。そっか。なるほど。これはこういうところであれば、こういうパワーなんですね。こういうパワーです。今のはあれ送信一体を利用されてるんですよね。だから僕の指触れた時に重心が崩されてるんですよね。それ全く一緒。ちょっとゆっくり先生やっていただけますか。だからこう。崩れてますねもう。それはもう、きれいです。ここから。こうでしょ。それは手を動かしてじゃなくて先生の体を見た方がいいんですよね。そう手でやるとこの人は動かせないんですね。だからこれを使うんです。分かりやすいように今はこうやってやりましたけど、技かけるときは本当はこれでやってるように見せる。さっきの練習ができればそれができる。だから大事なのは体全体に動くっていうことですね。大きな円を描いたり、相手と一体になって回る。でその軸をちっちゃくして最終的にはこうなって。ごめんなさい。もう一回いきます。これをシュッと。それから片手を取っていただいて、こういうふうにして。大きな円をちっちゃくしてくるっと回すというのが回転系の送信機体の応用です。回転系の、回転技には前後左右ねじり、この3つなんですよ。あと足しとすれば上下は合気上げ合気下げとか、他の流派でいうところ。天津流では、僕ら合気って知らないんですけど、天津流独特のものが、例えば手をギュッと押さえていただいて、これをできれば手首をこうしてとかいろんな方法があるんですが、体の練習としてはなるだけ重心の操作で崩したいので、あえて手をこういうふうにして握らない、手をかけたいですね。この合気上げ合気下げについては多分すごい合気道の人知りたい方が多いと思うんですけども、それまたその次回の動画でちょっと今の詳しくお聞きできればと思うんですけども、もしかしたら受けてみますか。合気上げはガチッとしてるね。いいよ。っていうところで止めるわけですね、あえてね。それじゃあまたこれをしますか。手を開いて、そう手首が効かないんだな。それだけでちゃんと。あとは何ですけど。特に先生のところではどういう持ち方がいいとかって。いや、なので練習ですからあんまりこう逃げたりしないでまっすぐ押してあげる。それに対してかけましょう。練習ですからね。できるようになればその相手が防ぐような持ち方をいろいろするわけですよ。それに対して今度は必ず盲点がどっかにあるんで、それを狙うっていうことですね。引き下げるような人もいるわけですよ。でと引き下げていってください。自分のところに引きつけるようにして。そうするとこれ上がりにくいですよ。ここで落とす。これはもう相手上げなくていいですね。倒すためだけだから。それを強引に上げたければ下げますか。ちゃんとここに持ってきてください。こういう時です。
最初はでもまっすぐやった方が稽古しやすいです。できる感覚が宿ってから応用していったんです。これはそうそう、これペンギン合気って言ってるんですけどね。ペンギン合気。これちょっと押してみてください。はい。その先出しだはい。いうことですね。これが上がってるんですね。受け身がかかるんですよ。そんな感じですね。はい。合気の方法はいろいろあります。もうやっぱり技深いんで、はい。やっぱりいろんな方法がありますね。で、それがレベルに応じてですね。いや、本当にヒデにも出てこなかったですから、もちろんね、出てこないですね。はい、どういう方なのかっていう、事前情報もなく、ちょっと今、かけていただいたんですけども、ちょっとまた、ね、その、合気上げ、合気下げについて、ちょっと深掘りした動画をね、次、また、お届けできればなと思います。はい、皆さんも勉強してみてください。